一手間二手間っていうのはかけた方がその一つさが出たり、こういろんな思いとかそういうのが多分入ってるから、惜しまないと思うんですよね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。すみません、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。樺山鍛冶工場と申します。3代目になります。祖父が始めたのが大体明治37年と言われてるんですけどもねえ、もう約そうですね90数年100近いんじゃないでしょうかね。この包丁の名前、その種類の名前は何て言うんでしょうか。船行きですね。船行き包丁ですね。今は万能包丁的に、はい、肉も野菜も肉も魚もいけますね。はい。こう先が尖ってるので、はい。もともとの菜切りっていうのはこう四角いので、はい。それがだんだんこう用途が広がるように先が尖ったとは思いますけども。これ包丁の大元になる鉄ですね。軟鉄っていうの。この軟鉄、磁鉄に、先ほど言った青の2号の鋼をこの中に割り込むんですね。この間にこう入れちゃうんです。はい。で、これ単節って言ってこう叩いて、一つにしちゃうんですね。で、次に、叩いてくっつけたのがこれになります。こういう感じで鋼が間に入ってます。で、これを叩いて、こういう形で、はい、包丁の形に少しずつこう成形していきます。まだこの辺り分厚いですよね。多少厚みもあって、ちょっとまだゴツゴツしてますけど。で、これをだんだん成形していって、ここぐらいまで、これ 16.5、5.5 寸までに行くようにちょっと大きめに広げていきます。黒皮を剥いで、あとこう研いでいって、柄をつけて完成と。言ってしまう早いこれだけなんですけど、この間にいっぱいこう工程というか作業の時間がですね、特にこの辺りが一番かかるところですね。こうですね。はい。こだわり、が基本的にはやっぱり単節でしょうね。なぜこれをするかっていうと、塊が先ほど見ていただいたようにこんな感じなんですけど、これを叩くことによってこう少し強度を上げていくわけですね。だから薄刃になってもこうよれないというか。なんですが、あまりにもこうストレスをかけてしまうので、それで焼きなましっていう工程を一回入れるんですけど、なかなか単節しているところってこうあんまり見られないです。手間暇時間がかかっちゃうんですね。で、やっぱり形がうまくこう伸びないと、なかなかこう理想通りの形になっていかないので、やっぱりリスクは多いんじゃないかなと思いますよね。どうしても作業となると効率とか、そのあたりをやっぱりね合理的なものを考えていくんですけども、でそれを考えていくうちにこう逆に丁寧に作るってことは何だろうということからちょっと考えをまた元に戻して、昔ながらっていうのもあるし、これが本来の作り方だなっていうなんかこう肝を少しずつ大事に残していくと、このくらいになっちゃうのかなっていうその工程がですね、はい。だいたいこのくらいですね、800度超えたぐらい。800度。で、これを、
れで1回目ですね。こんな感じで。で、これだと先がとんがってるので、ここの割ったところ。はい。ここを少しこう平らにならしておかないと中まで入らないので、これを今度はならしていきます。これ使うんですね。ここ先がちょっと平らになってる。あ、はい。うん。これで押してあげると、こうなる。よいしょ。こんなところですかね。わかりますかね、これさっきと違う。ここの下が平らな。これが鋼の幅になるわけですね。はい。はい。これで一応接着用の下準備ができてるんですね。で、これを加熱していきます。加熱していくんですが、普通ね、電気炉とかガス炉だと見えるんですけど、上から覆いかぶすから見えないんですよ、この元が。こう加熱してるこの鋼材が。なので、ここで焼きすぎちゃうと失敗しちゃうんですね。鋼が、炭素が抜けたり、どうやってこう見極めて隙間から見てます。で、こう見ながら、ああ、色が上がってたなっていうのを色でみかんのちょうど売れたいい色。オレンジ色の少し黄色い感じ。850度、30度からぐらいの温度がちょうどいい加工温度なんですね。で、くっつきやすく。それ上でも下でもダメです。上すぎるとどうなるんですか？上するともういわゆるメルト、溶解、溶け始める。で、細くなっていく。低すぎるともちろんくっつかない。今度は、ここのとこわからないかね、ここ。今ちょうど火と同じような色してますよね、ここ。これ鋼なんですよ、今。これ鉄なんです、ここ。はい。これがもう今ちょうどいい温度に今なりつつあるので、パチパチ系でしょ、はい、これがもう鉄量が飛び始めてるんで、今ちょうどいいんです、温度が。わかりますかね、これ。こうやって今、挟まってるの。これちょっと出っ張ってるからわかりやすいと思うんですよ。あ、本当だ。これ真ん中、鋼が今、本当だ。自鉄よりもちょっと長かったので出てますよね。はい。で、だいたいこの辺りで切っちゃうんですよ。はい。
でここの切れ目ね。これをね、ここの角に当てて、ここで刺すんですよ。包丁のこの顎がこう出るわけですよ。できたできた。これがないと顎が出てこないので、包丁の形にならんとですね、ここで一回、こうやって落としとかんと。これから包丁の形にして。もうせっかくなら、ありがとうございます何を言ってるのかが、はい落とすときはこの重さを使って、ここはね、軸にして、こう落とす。あこうじゃなくて手首使わないんですよ。手首使うと傷んじゃうんで、こう。あー、なるほど。こうもう、今度、はい、焼けてきた。これで、はい。左手で取ってもらっあ、いて、いですか？敷いてもらって、うわ今度、叩いてください。このえ、どこでもいいですか？は、うん。あ、すごい。あ、柔らかい。やらかいでしょ？すごい。ほら。しかも柔らかいから、なんか気持ちいい叩いたら。めっちゃ気持ちいいです。なんか、叩いてる感がすごいある。うん刃がね、もうちょっと硬いんですよ。うわ、すごい、ボッコボコ。気持ちいい。そえう。どうぞ、こんなとこで。あれですけどあ。りがとうございます。ありがとうございます。寒いから。いただきます。入れ物が、これは焼き物。そういう焼き物、それ。うん。どうぞ、チョコレートも。ちょっと暑いでしょ？いやいやいや、ちょっともう今。あったかいです。ありがとうございますちょっとね、暑かったかなと思うよ。よく見てみたら、めち鳥ゃくちゃ。あれね、農具のね、刃なんですよ。こう、起こすやつの農機具があるんですけど、それの刃なんですよ。のすり減ったやつ。何をイメージして作られたんですか？あれは火の鳥ですね。火の鳥ね。うん。で、そっちにあるのが竜ですよ。角っこのところに。外国のね、竜は火を吹くんですけど、ドラゴンだから。日本のはね、水地って言ってね、水の神様なんですよ。うん。だいたい1日何本ぐらい？ねえ、そこがいつも聞かれるところですけど、その工程がこう、1日で終わんないのがあるもので、計算しにくいんですけど、だいたい平均で本数出すと、それでもう3本ぐらいかな。アンビル？光沢が出てて、うん。めちゃくちゃ綺麗だなって思ったんですよね。はい。あ、磨いてます。この面だけは。あ、磨かれて、はい磨かれて。傷が入ったりするときはもうこう平らに。これまだこういう傷はいいんですけど、叩いた傷とか、あと、ちょっと硬いもの、ちょっとマンガンの、なんていうか、高マンガン鋼とか、あと鋼もちょっと傷が入りやすいんですよ。定期的に磨いて。ここの面はやっぱ磨きますね。傷とか。やっぱり綺麗な、叩いた時に綺麗な形になるようにですね。形というか面になるように。すごい物を大事にされてるなっていう。ああ、そうですね。やっぱなんかいいですよ。仕事終わった後にちょっとこう手入れしたりなんかするのも、こう振り返るのに。ことあるごとにこうちょっとやっぱ掃除して。やっぱこうすっきりしますか？そうですね。やっぱそれもあるし、はい。やっぱコンディションって意外と自分のコンディションだけかなって思うけど、意外とこう道具のちょこっとした不具合とか、ちょっとオイルが足んなかったりとか、なんかちょこっとしたことでなんかこう、次の日にちょっとコンディションが悪くなったりすることもあるので、なんかそのあたりをこう整えておくっていうのは、まあ、なんていうか間違いがないのかなとは思います。決まってるところにものがある方がやっぱり。やっぱいいです。それをこっちから出しててこっちに置いてたの
ですね。本当やっぱ戻さんといかんとに忙しくこっちに戻してると、あれないぞってなってたんですよ。すごい瞬時にあれこれここだったっていう分かってたんで、なんかちゃんと決まってるんだなっていううそそう、なんかなんとなく決まってるのは癖でありますね。加工温度が一瞬なので、なんかその癖はついてるのかもしれない。その、瞬時にやんなきゃいけない。うん。あれこれやってるうちにもう冷めちゃうので、やっぱそれがないように、もう、なるべくこう、あ、ここだってこう、水に取れたり、置いたりできるようにしとった方が、まあ、間違いがないかなとはあるんですけどね。体が覚えてる。そうです。それも若干ありますね、やっぱね。これからこの包丁。そうです。この形。こういう形に、はい、はい。広げていこうと思っています。で、これをね、このまま叩くと、ここに今鉄生地が残ってるので、こうなってた時、ここに鋼が出てこなくなっちゃうんですよ。鋼が入ってるんですけど、鋼がこういう風に出てこないといかんですよ。こう、入ってないといかんですね。でも、これを今、こういう状態で入ってるので、これを叩いてしまうと、こうなって、ここに鉄と鋼が混ざったまま尖ってしまうと、切れなくなっちゃうので、ここを一回ね、こうやって跳ねちゃうんですよ。落とします。これカッターでこう切っちゃうんですけどね。はい。これを叩いていきます。鋼がここで出てくるように。大体近くなってきましたね。ちょっと刃先が伸びなっていかかなっていう感じね。まだ熱いですもんね。ね。大体何ミリぐらい持っていく予定ですか？基本的には3ミリ以下ですよね。3ミリを基準にして、もうあとは 2.5 とかになっていくんで仕上げた時に。やっぱそれまでは、意外とね、薄く叩いて薄く見えてるんですけど、中の方向を触るとまだ熱いんですよ。なんか若干こういう風な形になっていくので、やっぱここを叩いとかないと、こう、なんていうかな、なるべく腹をこう少し薄くしていくイメージでないと、やっぱ真ん中はなかなかこう絞らない、締まらないんですよね。そこをこれで使っていく。なるべく腹のところをこう気にしない。丸くなってるので、ここで伸びるんですよ。平らなところだとなかなか伸びないので、
で大体、まあ、ほぼ、かな。おーうん、大体ですね。こんな感じ。なんか、荒作りはこのくらいが。あとこっち切り落としてこっち。ね。なんか、また。こんな感じですね。ちょっとまだちょっと熱いけど、だいたいこんな感じですね。いいが入るところ。で、ちょっと本当はですね、完成の時に、刻印は入れるんですけど、はい。そうすると黒皮がちょっと剥げたり、はい。ちょっと傷が入ったりすることがあるので、あもうこの状態の時に、刻印を。その黒皮が取った時に剥げない。衝撃があるので、なるほど。先に入れとく。これが、焼き場土っていうやつなんですけど、粘土ととのこと、木炭が混ざってる。で、これを塗っていくんですけど、刃先のこの焼きの入るところを残して、で、乾かす。よかったですね。こんな感じ。今何度でしょう。26日。何度ぐらいに。今35度いくかいかんかぐらいでしょうね。もうちょっとあと10度ぐらい上げればいいんですかな。なるほど。うん、大体今回いい感じですね。はい、これでいきましょう。昔はもうほんと目で見てしよったぐらいやったけど、やっぱ測れるもんは測った方がいいしですね。うん、やっぱり。なるほど。感というか目で見るのも大事なんですけど、感覚でやっぱ感覚とその数値が違ったりっていうこともあり得るので。ああ、なるほど。結も構火の方は見て判断されてる。火はね、気がしますね測れる温度計がね、あるのかな、この突っ込んどって大丈夫なやつは。そういうことか、確かに。炉だったらできるんです。だから炉が普及してるんですよ。
で、このままだと、硬くなってる、まあ、だけっていうのは変だけど、粘りがないんですよ。だから焼き戻さなきゃいけないんですね。で、これだと、先ほど言ったように焼きが入っただけの状態なので、今度は焼き戻しをするんですが、何で温度を見るかって言ったら、水をかけて、玉になって走れば、ちょうどいい温度帯なんですよ。これもう昔からのやり方で。これさっき残るでしょ。これまだ低いんですよ。わかります？おー。で、これがね、パーッと弾くんですよ。ここ。ほはいー。これが今いい温度帯なので、この時に、この反りわかりますかね？反ってるんですよ、少し。そういう反りを成形していくんです。この、あったかいうちに。で、焼き戻しは、焼きならしのこの次の状態で空冷でいいんですよ。このまんま空冷で除冷しちゃうんです。これは、なんだっけ、砥石の粉？これ、なんて言うんだろう。まあ、消しゴムみたいな、なんかこう、なんていうの、硬質のスポンジ。砥石じゃないんですよ。多分いいと思います。これで。だいたいここぐらいまでしか入らない。ね。ちょうどこう入った。で、こう馴染みがいいので。で、これで完成になります。はい。そうです。こでう、モチベーションが大事で一番大事ですよ。はい。で手間だと分かったとうん。しても、その1ミリでもいいので、そこを大事って思える要素があるんやったら、そこを大事ってこう転換して、それをモチベにつなげていってだから結局なんでそこで始めたかっていう一番最初の初期衝動がそのモチベーションでしょ。
だから俺がその30過ぎてまで帰ってきてやった時の初期商談は何だったのかと思ったら、別にそのイタリアで修行する話でもないし、そのこれをオートメーション化して年商何億にする刃物工場にしたいっていうわけではなかったわけよ。それは後から多分いろんなものを見て、俺はこういうふうに進めるべきだっていうのでできてるから、それはモチベーションではもうなくなってる。だから俺はモチベーションの話するベテランになりたいんですよ。ベテランって言われるんだったら、お前なんでこれしたいのっていう話をする、年寄りになれた方がいいかなと思った。今特にね、そのタイパだのコスパだのって言ってて、まあもちろんそれも悪い話じゃないし、もちろんやっていかなきゃ経営者としてとか、うまくやっていくには必要な部分はあるのかもしれないんですけど、ただだからって言ってその手間かかることを全て悪とするとか、あんまりこう現代風ではないとか、そういうことではなくってなんか、その人の在り方ではないかなと思うので、その比較とか世の中の価値観とはちょっとズレはあったとしても、手刻みでもこういう先の刻印みたいなのでも自分でオリジナリティを持ってて、それをちゃんと打ち込むっていうことが手間と考えるが大事と思うかは、そこの差に出てくるんじゃないかなとちょっと思いますけどね。捉え方によってはだいぶ違った商品があって、そうだと思うんですよね。でもやっぱり正直年も取っていくし体力もどんどん落ちていくのに手間ばっか増えていくんですよ。だからそこのバランスどうしようかなっていうのはありますけどね。だんだん見えなくなってくるし、やっぱ力もなくなってくるのに手間を使ってたらどこまで削ぎ落とせないのかっていう思うけども、なくならないですね、その手間は。刃物だけじゃないと思うんですよ、ものづくりの中で。やっぱり一手間二手間っていうのはかけた方がその人っぽさが出たり、その中にこう込めた哲学とまでは言わないですけど、なんかこういろんな思いとかそういうのが多分入ってるが一手間二手間を惜しまないと思うんですよね。でそれがだんだんオリジナリティになっていくんじゃないかなと思ってるんですよ。今後の人生に生かしていきたいです。ピカピカっすね。2、30分ずっともうこうずっと吹いてられる。これずっと吹いてる30分動画とか上げたらいいのかもしれない。